さりどうも。というわけで今回はマックのハッシュドポテトに思いを馳せて作っていきます。再現というとね、再現なのかな。再現ですね。再現風に作っていきます。とはいってもハッシュドポテト自体はね、そんなに難しいものではないですから非常にシンプルですし、あとはね、どこにポイントを置くかっていうところですよね。基本的に使うのは、じゃがいもとあと塩をベースにした味付けになってると思うんで、マックのハッシュドポテトはなんとも言えないつぶつぶが中に残ってるなっていう、個人的な印象があって、火を入れてマッシュにしたじゃがいもとあとフレッシュで刻んだじゃがいもを混ぜ込んでるのかなと思った次第で、そんなわけで今回はそういう仕立てにしていきます。皮を剥いたじゃがいもはもう火は多分大体通ってると思うんで、少し、ラップからね外さないで余熱で火を入れている間に、こちらのフレッシュのじゃがいも、これはね、粗めに刻んでいきます。角切りみたいな感じでいいんですかね。みじん切りでもよかったのかもしれないですけどね、悩みましたね。でもこのフレッシュの方の大きさが非常に大事ではありますね。つぶつぶがね、すごいいいアクセントだなと思ってたんで。そういえばちょっと急に話は変わっちゃうんですけど、この前マクドナルドの映画を見ましてね。マクドナルドコーポレーションの創業者の半生を描くっていうね、そういった映画だったんですよね。これがね、非常に面白かったですね。ビジネスマンの話なんですけど、ほらビジネスマンの話って面白いじゃないですか。面白いですよね。僕知らなかったのが、いわゆる元祖のマクドナルドのお店を作った人と、フランチャイズ化してね大きくしていった人っていうのはね、別の人なんですよね。で、最終的にはそのフランチャイズ化してった人の方が元祖のお店のね権利も全部丸ごと買っちゃうっていうね、そういったストーリーなんですよね。ぜひね興味ある人いたら見てみてください。それでフレッシュの方も刻み終わったので、さっきの火が入った方のじゃがいもですね、フォークとかで粗めに潰していきましょう。裏ごしをわざわざするほどではないと思いましたね。そして下味の塩を軽くしたら、さっき刻んでおいた方も加えます。ハッシュドポテトってちょっと塩が気持ち決まりすぎてんじゃないかなぐらいだった気がするんですよね、味付けが。それがこのね料理のいいところなんで。で少しだけチキンコンソメの粉末加えました。うまみ足しで、もしかしたら使ってんじゃないかなってねちょっと思って、使ってないかもしれないです。とあと片栗粉ですね。そしてスパイスにほんの少量ナツメグ。このナツメグの独特の甘い香りが芋に奥行きを与えてくれる気がするんですよね。あとはピリッとしたアクセントで黒胡椒。これでもう味の方は決まりですね。そしてここからはラップにくるんで、小判型みたいな感じですよね。この形にするために特別な型とかは特に必要とはしないと思うんで、手で調整するような感じですね。ラップの上でやればコントロールしやすいんで。形も整えたら鉄のフライパンでオイル引いてゆっくりと揚げ焼きにしていく流れです。180度ですね。だいたいそれぐらいの温度帯にしておいた油の中でじっくりと揚げていきます。多分本来だったらあれなんですかね、ちゃんと油全開に使ってる中で揚げてってるのかもしれないんですが、今回はね、ちょっと家でやるっていうことで少し油の量控えめにしてます。これでもね十分焼き色はつくんで問題ないかとは思うんですけどね。いい感じの焼き色になりましたね。だいたい両面3分ずつぐらいですかね。これやってて思ったのは、この生地だけ作って冷凍何個かねバシバシさせて、で好きなタイミングで、
こうやってね仕上げると、そうすれば手間がね、なんでしょう、一気にやる手間っていうのは省けるんで、それはいいんじゃないかなと思いましたね。その方が気軽に朝マック的なのが楽しめますよね。というわけで、出来上がったので盛り付けドレッシングに行きます。もうあとはこれはケチャップとね粒マスタードでしょうね。これはもう間違いないんじゃないでしょうかね。食感が最高。ほんの少しだけナツメグ入れてるから程よいスパイス感がまたね、これいいっすね。これはうまい。ふかしてマッシュした芋と、フレッシュな状態で刻んでおいた芋を混ぜてるから、食感の若干の違いがねすごくいいですね。本家をね超えれたとは全然思わないけど、これはこれで最高ですね。というわけでマクドナルド風ハッシュドポテトでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。